このエリア一帯ディズニーの敷地内です。ここにも黄色い新幹線があります。なんとスター・ウォーズの塗装がされています。皆さんこんばんは、次郎です。今回も私のポッドキャストを聞きに来てくださりありがとうございます。皆さんが喜ぶ面白い動画を作れるようにこれからも頑張ります。何かこんな動画をやってほしいというような意見がございましたらコメント欄等に書いてください。参考にさせていただきます。はい。前回の動画では1時間という長いポッドキャストを撮りました。その1時間のポッドキャストの中になんと702もの学習するべき日本語の単語が出てきました。今回の動画は何個の単語が出てくるでしょうか。また今回の動画からコメント欄に PDF ファイルの単語帳を掲載しています。コメント欄から皆さん自由に PDF ファイルをダウンロードすることができます。そのファイルには僕がこの動画で話した単語がすべて書かれています。日本語学習に活用してください。さて、今回の動画は何単語出てくるでしょうか。ちなみに JLPT というテストがあるのをご存知でしょうか。JLPT は日本語能力試験のことで、日本語をこれくらい話せるというものを証明するテストです。日本語を学習している外国人は結構な割合の人がそのテストに向けて勉強しています。その JLPT というテストには N5 から N1 まで5段階の難しさがあるのですが、その PDF ファイル、僕がコメント欄に載っけている PDF ファイルには JLPT テストのレベル別で単語が載っているので、自分がこれから受けるテストの難しさに合った単語だけを見ることができます。言葉で説明するのは難しいので、ぜひコメント欄から PDF ファイルをダウンロードしてどのようなファイルなのか確認してみてください。はい。それでは始めていきます。皆さんは今日どんな一日でしたか？楽しい一日でしたか？それとも楽しくない一日だったでしょうか？あなたがどのような一日を送っていたとしても、毎日地球はこのように回っています。はい。これ皆さんの目の前にあるこの丸い物体が地球です。地球の外側に宇宙が広がっています。はい。宇宙にはたくさんの星が輝いています。地球もそんな星のうちの一つです。おっと、地球の上に何やら白い物体があります。この白い物体は何でしょうか？答えは雲です。雲から雨や雪が降ります。ここが
オーストラリアです。つまり、ここは南極です。南極も氷に覆われているはずですから、これが雲なのか氷なのか判別するのは少し難しいです。それでは皆さん、日本が地球の中でどこにあるか覚えていますか？さあ、どこでしょうか？はい、ありました。これが日本です。北を上向きにして見てみましょう。はい、北を上向きにしてみました。これが日本です。ちょうど横に雲が走っています。ズームして見てみましょう。前の動画でもお話しした通り、この真ん中にある東京という都市が日本の首都です。それぞれの国が首都を持っています。例えば、日本のお隣、韓国の首都は、おっと、なかなか名前が表示されません。この辺りです。はい、こちら、ソウルです。ソウルが韓国の首都です。韓国2番目の大きな都市はプサンです。ソウルとプサンはちょうど反対側に位置していますね。他の国はどうでしょうか？韓国の上にある北朝鮮の首都はどこだかご存知ですか？北朝鮮の首都はここ平壌です。平壌は北朝鮮のちょうど真ん中ら辺に位置していることがわかります。ちなみに中国の首都はどこでしょうか？中国の首都は北京です。ただ、僕は中国の地理についてあまり知らないので、北京がどこにあるかよくわかりません。おっと、ここにありました。北京市です。東京のようにたくさんの道路が北京に集中しているのがわかります。私は北京にこれまで行ったことがないので行ってみたいと思っています。こちらにロシアがありますが、ロシアの首都モスクワはヨーロッパ側にあるので、ここからはあまり近くありません。日本から近くて、ロシアの中でも大きい都市はウラジオストクです。確かこれがウラジオストクだったような気がしますが、英語でこのような表記で合っていますでしょうか？私はロシア語が読めないので、これがウラジオストクなのか違うのか今判断することができません。ロシア人の視聴者の方がいらっしゃいましたら、ぜひこれがウラジオストクなのか、ウラジオストクじゃないのか教えていただけますと幸いでございます。はい。ということで、海外の話を長くしてしまいました。日本に戻りましょう。日本はこのようにいくつかの島からなる国です。本日は東京の海沿いをまずは見ていきたいと思います。はい。おっと、この部分
海の中でもこの部分だけ色が違いますね。ここ以外の海は青色ですが、ここは少し緑っぽい色になっています。なぜこの色の違いが出るのでしょうか？実際にこんなに色が違うのでしょうか？それとも Google Earth の写真の撮り方によってこのようにこの部分だけ違う色の海になってしまっているように見えているのでしょうか？ちょっとわかりませんが興味深いですね。それではまずこの大きな道路、長い道路を見てみましょう。これ何ですかね？これはアクアラインという橋です。左は神奈川県の川崎市です。右側は千葉県の木更津市です。東京都は神奈川県の上にあります。つまりこの長い橋は神奈川県と千葉県を結ぶ橋になっているというわけです。さて、どのような橋か見てみましょう。はい。このような橋になっています。まず、この神奈川県の出発地点を見てみましょう。この川は多摩川という川で、右側が神奈川県で左側が東京都です。多摩川は神奈川県と東京都を分ける川です。ここに前回の動画で紹介した羽田空港があります。羽田空港にはたくさんの飛行機が止まっています。おー、かっこいいですね。見てみると、青色のデコレーションをつけた飛行機と赤色のマークがついた飛行機が多くあるのがお分かりいただけるかと思います。この青色のロゴがついている飛行機はANAという会社の飛行機です。ANAは日本の航空会社の一つです。もう一つの飛行機、ここに赤色の鳥のマークがついています。これは JAL という会社の飛行機です。JAL も日本の航空会社の一つです。日本の航空会社で一番有名な航空会社はこの ANA か JAL かのどちらかだと思います。ここは日本の空港なので、このように日本の会社の飛行機が多く止まっているのだと思います。はい。かっこいいですね。また、飛行機によって大きさが全然違いますね。こちらの飛行機は、こちらの飛行機のだいたい半分ぐらいの大きさに見えます。さて、それでは、この飛行機は何でしょうか？日本の飛行機ではないのでしょうか？おー、この飛行機はANAの飛行機のようです。ただ、デコレーションがしてありますね。ここに
富士山が書かれています。これは東京タワーでしょうか？これは太陽ですね。ここにオリンピックのエンブレムみたいなのが見えます。僕が予想するに、これはオリンピックを祝うために塗装された飛行機だと思います。2021年に東京ではオリンピックが開かれました。ただ、当時はコロナウイルスが世界中で蔓延していたため、無観客の試合が行われました。とても残念でした。続いて、こちらはアナの飛行機です。なんと、スター・ウォーズの塗装がされています。このように航空会社はたまに既存のアニメの塗装などをすることが多いです。かっこいいですね。ここら辺には国内の会社の飛行機ばかり並んでいますね。ということは、ここは国内線の飛行機が集まっているのでしょうか？もちろん、羽田空港には国内線と国外線の両方があります。それでは、国外線の飛行機はどこにあるのでしょうか？ここにも国内の会社ばかり飛行機が並んでいます。もう少しあちら側ですかね。ここも国内の飛行機が多く見えます。これは飛行機の倉庫ですかね。JAL のロゴが書かれています。ここにはまた別の会社のロゴが描かれています。ここも国内線の飛行機ばかりですね。国際線はどこなんでしょう？今動画を見ている方で知っている方はいますか？正直、国外の航空会社の飛行機が見たいです。あれ、国内線というか、国内の飛行機ばかりですね。少し諦めます。やっぱり諦められません。いやー、どこですかね。わからないので次に行きましょう。ごめんなさい。次に行きます。さて、少々話がずれてしまいましたが、もともとこのアクアラインという橋について話そうとしていました。アクアラインは車が通るための橋です。ここに車が通る道が見えます。この道を進んでいくと、ここですね。ここから地下に潜っているのがわかります。海の下を車が走っているということです。前に進んでみましょう。おっと、前に何かが見えてきました。あれは何でしょうか？風の塔と書いてあります。何でしょうか？
アンテナか何かに見えます。さらに前に進んでみましょう。お、何かありますね。これは海ホタルです。これはちゃんとした建物なのに 3D で表示されませんね。ここにはお店がたくさん入っています。車が駐車するスペースもたくさんあります。このアクアラインはとても長い道路なので、このように橋の中腹に休める場所が作ってあります。ここにちょうど見えるのはバスのための駐車場です。このように長い車両がたくさんあるのがわかります。そしてここに少し小さく見えるのが一般車両の駐車場です。僕はバスを持っていないので、車を止めるときはこのスペースに止めることになります。ここも駐車場です。海ホタルでは海のきれいな景色を眺めることができます。実はこの部分、人が立ち入ることができます。ここからきれいな海を見ることができます。今、ピーという音聞こえたでしょうか？今の音は炊飯器の音です。僕の家の炊飯器の音です。お米が炊飯できたという合図です。実は僕はこのポッドキャストの収録が終わったらご飯を食べます。はい。では、海ホタルの続きを見てみましょう。海ホタルはこの後トンネルではなくて橋になります。海の下ではなくて海の上に海ホタルがあることになります。このように海の上を自動車で走っていくと次の陸地に着きます。おっと、ここの写真のつなぎ目、面白いことになっていますね。途中で道路が海の中に沈んでいるように見えます。おっと、これは何でしょうか？船ですかね？東京湾にはたくさんの船があります。少し見てみましょう。よよ。ほら、このように見てみると、たくさんの船が海の上を浮かんでいることがわかります。それぞれの船が別々の場所に向かっていることがわかります。この後、海ホタルはここで千葉県に着きます。千葉県の景色は先ほどの神奈川県の川崎市とは全く違いますね。畑や田んぼがたくさんあることがわかります。川崎市よりも田舎だということがわかりますね。木更津市に住んでいる方がこの動画を見ていたらごめんなさい。田舎だと思います、正直。ここには小さい船がたくさん並んでいます。おそらく漁船だと思います。ここから魚を取りに海に出るのだと思います。さて、これは何でしょうか？これはアウトレットです。この大きな敷地にたくさんのお店が入っています。僕もこのアウトレットに友達とよく行きます。たくさんの人がこのお店に入れるように駐車場が
広く作られていることがわかります。この写真が撮られたのがいつかはわかりませんが、このように車がびっしりと詰まっていることがわかります。僕もそろそろ買い物に行って新しい服が買いたいな。皆さんはどのくらいの頻度で服を買いに行きますか？私はあまり服には興味がないのですが、長い間服を買っていないので、そろそろ新しい服を買わなきゃいけないなと思っています。さて、川崎市に戻ってきました。ここから海沿いに何があるか見てみましょう。おっと、これは何でしょうか？ここが先ほど話した羽田空港です。そしてここにも何やら乗り物が止まっていそうです。白い乗り物ですね。白くて長い乗り物です。おっと、これはもしかして、そう、新幹線です。つまり、ここは新幹線の車庫だということがわかります。真っ白なボディなんですが、この屋根の部分は茶色く汚れていることがわかります。汚いですね。汚いので、僕が雑巾でゴシゴシ拭いてあげたいなと思ってしまいます。こう見ると、新幹線は日中この倉庫にあるものもたくさんあるということがわかります。お、これは何でしょうか？黄色い新幹線があります。他の白い新幹線と比べて見た目が違いますよね。お、ここにも黄色い新幹線があります。この黄色い新幹線はドクターイエローと呼ばれる車両です。ドクターイエローはお客様を運ぶために作られた新幹線ではありません。ドクターイエローは線路の点検などを行うために作られた車体です。そのためにこのドクターイエローが走るときは線路の点検をしているときだとわかります。車庫、新幹線の車庫以外でこの黄色い新幹線を見かけることができたら、あなたはラッキーです。私はこのドクターイエローを実際の線路上で見たことがありません。それだけ線路でこの黄色い新幹線を見かけるのはとても珍しいということです。日本に来たらドクターイエローが見えるかどうか、ぜひ線路を見てみてください。もし見えたらあなたはラッキーです。この機械は何でしょうか？おそらく新幹線の車両を洗浄する機械だと思います。はい。このように新幹線は日中でもたくさん車両が車庫にあるということが分かりました。おっと、こちらにはまた別の色の電車があります。とても長い電車です。もしかしたら新幹線よりも長いかもしれません。この車両は貨物列車です。こちらも人を乗せて運ぶことはありません。この貨物列車は主にコンテナなどの荷物を運びます。この先頭車両に
あるのが動力源で、荷物を引っ張って進みます。よく見ると、ここは港ですよね。港で海外から輸入された製品がここで列車に乗っけられて全国各地に運ばれるんですね。日本の物流環境がよくわかる地域です。さて、この新幹線や貨物列車の線路はどこにつながっているのでしょうか。少し追ってみましょう。この線路、ずっとこちら側につながっています。おー、都会の地域に入ってきました。お、これは何でしょうか。なんと、こちらも列車の車庫のようです。この車庫は新幹線の車両はありません。主に在来線の車両がここに止まっているようです。ここで大規模な工事をしていますね。この工事中のエリア。この駅は高輪ゲートウェイ駅と言います。この駅は確か5年くらい前にできた新しい駅です。この地域はこの新しい駅ができたことをきっかけに再開発が進んでいるエリアです。これからたくさんの建物が建つと言われています。さて、先ほどの新幹線の線路はこちらにつながっていました。このまま進んでいくとどこにつながっているのでしょうか。大きな建物が増えてきました。ここで車庫から出た新幹線は完全にお客様が通る線路と一体化しました。このままこのように前に進んでいくと、はい、着きました。東京駅です。東京駅は日本の一番中心の駅で、毎日たくさんの人々が乗り降りしています。この東京駅は前回の動画でご紹介しました。ここから見ると、先ほど車庫で見た新幹線がこの駅に入っていっているのがわかります。それでは反対側から東京駅を見てみましょう。ぐるっと今回転しました。反対側から見てみると、なんと先ほどは白かった新幹線が赤色になっています。これはなぜでしょうか？ご存知の方いらっしゃいますか？実はこの東京駅を境に新幹線は種類が分かれています。この東京駅より南側、つまり今見ている画面の下側に向かってあるのが東海道新幹線という新幹線です。主にこのような白い車体をメインとしています。東海道新幹線は日本の西側に向かう新幹線です。福岡県の博多や
観光客に人気の京都、大阪、そして名古屋などに向かって走っている新幹線です。そしてこの東京駅から北側に向かってあるのが東北新幹線です。東北新幹線は仙台や札幌、間違えました。仙台や函館といった日本の北側にある都市に向かって進んでいきます。つまり新幹線でこの東京駅を通ろうと思ったら、この東京駅で乗り換える必要があります。日本に来たら注意してください。さて、それでは日本の海に戻りましょう。先ほど話した新幹線の車庫がこれでした。そしてこちらに大きな橋があることがわかります。この大きな橋はレインボーブリッジと言います。レインボーブリッジはこの日本の本土とお台場という町をつないでいます。この人工島がお台場です。人工島なので形がこのようにカクカクしていることがわかります。お台場にも港があるようで、このようにたくさんのコンテナがあります。海外からたくさんのものが輸入されているということがわかります。このお台場で有名なものは何かというと、これです。皆さん見えますでしょうか？そう、これガンダムです。ここにロボットがいるんです。皆さんこちら行ったことがありますか？ガンダムは日本の有名なアニメに出てくるロボットのことです。実は私はガンダムを見たことがありません。なぜならガンダムは少し古めのアニメだからです。私の親世代はたくさんの人が見たと思います。ほら、見てください。実は何年か前まではこのようなデザインのガンダムがここにはありました。ただ、今はこの一本角が生えたガンダムがいるようです。夜はこのようにかっこよくライトアップされます。後ろから見るこのフォルムもとてもかっこいいですよね。日本に来たらぜひ見に来てみてください。さて、これがガンダムでした。そして他にも有名なスポットがこのお台場にはあります。これがフジテレビです。フジテレビは日本でも有名なテレビ局の一つで、このフジテレビの建物は独特な形をしていることで有名です。ほら、見てください。ここに大きな球体があります。実は私、子供の頃、夏休みにこのフジテレビの中に入ったことがあります。もちろん、この玉の中にも入りました。今、フジテレビは大きなスキャンダルに巻き込まれていて、スポンサー企業が全くつかない状況になっていて、経営が大変です。最近はネットの流行もあって、テレビ局は厳しい経営事情を抱えています。おっと、ここに何かありますね。これは何ですか？
皆さんの国ではこの建物を何と呼びますか？これは日本語では観覧車と言います。観覧車は常に回っていて、人々はこの観覧車のこの乗り物から綺麗な景色を眺めることができます。観覧車はこのお台場以外でも様々なところにあります。皆さんが住んでいる地域には観覧車はありますか？日本だと遊園地によくこの観覧車があります。ただ私は長い間観覧車に乗っていません。最後にいつ観覧車に乗ったのかさえ覚えていません。久しぶりに乗りたくなってきました。このように人工島がたくさんあるエリアでは、海を渡る道路が多くあります。これも橋、これも橋、これも橋、これも橋。橋がたくさんありますね。そしてここは豊洲というエリアです。豊洲には大きな市場があります。魚がたくさん売られている市場です。ここでは美味しい海鮮丼を食べることができます。日本に来た時にぜひここに来て美味しい海鮮丼を食べてみてください。海鮮丼は日本のどの地域でも美味しいものが食べられます。ここの海沿いの地域もたくさんの建物がありますね。この建物、皆さんご存知ですか？これはチームラボプラネッツという施設です。ここにはたくさんの外国人観光客が毎日います。それだけ有名なスポットということです。写真を見ればどんな施設なのかわかるかもしれません。ほら、ご覧ください。室内ではとても綺麗な空間が広がっています。このチームラボプラネッツという施設、どんな施設なのかというと、デジタルアートの美術館です。このように幻想的な空間を楽しむことができます。ただ、この施設はとても人気な施設なので、ぜひ行きたいと思ったらチケットの予約をして行ってください。そうしないと入れない時もあります。これがチームラボプラネッツという施設でした。ここら辺、海がすぐそこにあるのにマンションがたくさんありますね。これもマンション、これもマンションです。こんなに海の近くに皆さん住みたいと思いますか？僕はなんか危ないんじゃないかって思ってしまいます。しかも人工島だから地盤が大丈夫なのか心配してしまいます。皆さんは液状化現象という言葉をご存知ですか？液状化現象は2011年に起こった東日本大震災という大きな地震で話題になりました。日本は地震が多く起こる国です。日本で地震が起こった時に、このような人工島で水が地面から溢れる液状化現象というものが起きました。それによって
家が傾いたりしたことが問題になりました。なので私はこのような人工島には少し怖いイメージを抱いています。さて、海沿いをもう少し見てみましょう。今、何か見えたような気がしたのですが、気のせいでしょうか。高等運転免許試験場と書いてあります。ここは運転免許を取るための施設です。運転免許を取るための施設です。で、このように運転免許を更新する人や運転免許の結果を待っている人がたくさんいます。私はここで運転免許を取得したわけではありません。日本にはたくさんの運転免許試験場があるので、私は別の場所で運転免許を取りました。さて、もう少し海沿いを見てみましょう。ここに大きな公園があります。葛西臨海水族園と書いてあります。ここに水族館があるということですね。なんと、ここにも観覧車があります。こんなに近い距離に観覧車がもう一つもあるんですね。ただ、この観覧車、先ほどお台場にあった観覧車より小さく見えますけど、どうでしょうか。私はお台場の観覧車も、この葛西臨海公園の観覧車も乗ったことがありません。観覧車って乗るのに意外と高い料金がかかるんですよ。なのでいつも乗らなくていいやって思ってしまいます。おっと、ここに何やらでかい施設が見えますね。他の場所とは見た目が全然違います。ここは住宅街ですよね。家がたくさんあるのがわかります。そしてここは工場か倉庫か何かでしょうか。このエリアだけ異様な空気を放っていることがわかります。ここに電車の駅があります。舞浜という駅です。この舞浜という駅を降りると、ここにまた別の小さな駅があることがわかります。この小さな駅、線路を見てみると、普通の線路じゃないことがわかります。これはモノレールの線路です。つまり、この青色の屋根をした駅は、モノレールの駅だということがわかります。では、このモノレールの駅は一体何のために作られたのでしょうか。実は、このモノレール、東京ディズニーランドのモノレールです。つまり、このエリア一帯、ディズニーの敷地内です。東京ディズニーリゾートには、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの2つのテーマパーク、2つのエリアがあります。ちょっと今見つけてしまったのですが、ここで新しいエリアを作っているようです。すごいですね。私はこのエリアに行ったことがないです。ただこのエリアもう出来上がったんですかね。今、とても行ってみたいなと思っています。
皆さんは東京ディズニーリゾートに来たことはありますでしょうか？私は日本でたくさんの外国人観光客を見ますが、ディズニーランドとディズニーシーではあまり外国人を見ません。ここにいるのはいつも日本人ばかりというイメージがあります。外国人の皆さん、この動画を見ている皆さんはあまりディズニーには興味ないのですか？私はいつもそれが気になっています。先ほど紹介したモノレールはディズニーリゾートの敷地内の様々な場所を結んでいます。東京ディズニーシーと東京ディズニーランドの間の移動もこのモノレールで行います。ただ、東京ディズニーシーと東京ディズニーランドを1日で両方とも楽しむのは少し難しいと思います。それだけそれぞれのエリアに見るもの、やることがたくさんあるということです。もし東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの2つを味わいたいという方がいましたら、2日間にわたって東京ディズニーリゾートを楽しむことをお勧めいたします。少し東京ディズニーランドの施設を見てみましょう。この写真を見ると、誰一人として人がいないことがわかります。もしかしてこの写真は開園前に撮られた写真なのかもしれません。様々なアトラクションがありますが、皆さんはどのアトラクションが好きですか？ここにゴツゴツした山が見えますね。このゴツゴツした山、このアトラクションはビッグサンダーマウンテンです。とても速いスピードで走るジェットコースターです。僕も大好きなアトラクションの一つです。また、これは何でしょうか？これは It's a Small World というアトラクションです。船に乗って世界中を旅することができます。ただ、上から見ると人工的な建物が丸見えなので、少し残念な気持ちになります。他には何があるでしょうか？一度この東京ディズニーランドの敷地から東京ディズニーシーの敷地に入ってみることにしましょう。東京ディズニーシーにある象徴的なものといえば、この大きな山です。この山は一日に何度か噴火して、その噴火の様子を見ることができます。ここに書いてありますが、プロメテウス火山って言うんですね。初めて知りました。この火山にはセンターオブジアースというアトラクションが入っています。センターオブジアースもジェットコースターです。このような乗り物に乗って進みます。センターオブジアースは急降下するアトラクションですので、とてもスリリングな体験をすることができます。私は中学生の時に初めてこのセンターオブジアースに乗ったのですが、とても怖かったのを覚えています。初めて行く方は気をつけてください。さて、この建物は何でしょうか？これはタワーオブテラーというアトラクションです。タワーオブテラーは
フリーフォール型のアトラクションで、エレベーターのような乗り物に乗ると上下に振られます。とても怖いです。僕はこのタワーオブテラーが一番苦手なアトラクションです。はい。このようにディズニーランドはとても大きな敷地の中にあることがわかります。実は東京ディズニーリゾートでは子供たちの夢を壊らさないために敷地内からは外の景色が見えづらくなっています。だからこのように外の景色が見えないように木で囲んだり、壁や建物で外が見えなくしています。ただこのように航空写真で見てしまうと人工的な建物がたくさん見えてしまいます。おそらくですけど、この道からパレードの車両が出てきます。なので、この倉庫の中にはきっとたくさんのパレードの道具が入っているのだと思います。ディズニーランド、ディズニーシーで働いたことがある方がいたら、ぜひ答えを教えてください。はい。それでは、今日はこのように東京湾の海沿いを見てきました。皆さん、どのような感想を持ちましたか？日本に来てみたいと思いましたか？このコーナーが好評なら、この Google Earth を使った日本のお散歩企画はこれからも続けていきたいと思っています。今日は時間になりましたので、これで終わりにしたいと思います。皆さん、長い時間見てくださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。